皆さんお疲れ様です。株分析作業員ののんびりです。今日は視聴者様からリクエストをいただいたキティちゃんでおなじみサンリオ証券コード8136の現場にやってきました。最近常務取締役による不適切な報酬受給の疑いが発覚し、調査範囲の拡大により決算発表が延期になったことで、サンリオやばいんじゃないのと現場がざわついていますね。ですが実は業績そのものは凄まじく、売上も利益も過去最高をガンガン更新中なんです。不祥事のニュースと絶頂な本業、その実態を最新のデータからしっかり点検していきましょう。本日も最後までご安全に。まずは初動点検です。のんびり点検シートから見ていきます。配当利回りは 1.45% となっており、基準の 3.0 には届かず不合格です。次に ROE、 これは会社という貯金箱がどれくらい効率よく利益を生み出しているかを見る指標ですが、来期予想で 37.76% と基準の 10.0 を大きく突破しており合格です。自己資本比率、これは会社の健康状態や借金への依存度を示しますが、最新時点で 65.5% と基準の 50.0% をしっかり超えており合格です。最後に配当成功は約 30.5% と基準の 50.0% 以下に収まっており、無理のない還元姿勢で合格です。次に事業内容の点検です。稼ぎの柱を見ていきましょう。では一体どこでそんなに稼いでいるのか、まずは地域別の売上構成比を見ていきます。売上高の構成比は日本が全体の 59.5% を占める驚異の稼ぎ頭です。次いでアジアが 20.2% と強力な第2の柱として機能しています。さらに北米が 13.1%、欧州が 5.6%、南米が 1.6% と続いています。世界中でキャラクターが愛されているのが分かりますね。そしてここからが重要な稼ぎの中身です。サンリオの売上は自社でグッズを売る物販と版権を貸し出すライセンス事業の2つがありますが、地域によってその構成が全く違うんです。最大市場の日本は約 73% がテーマパークや店舗が主体の物販その他事業です。対して海外を見ると北米は9割以上、欧州に至ってはほぼ 100% が利益率のとてつもなく高いライセンス事業なんです。アジアは店舗も展開するハイブリッド戦略をとっており、物販が3割を占めますが、それでもライセンスが約 69% を占めています。欧米のように自分たちで在庫を持たず、他社の商品にキャラクターを使わせてロイヤリティをもらうこのビジネスモデルはまさに利益率最強の打ち出の小槌です。キティちゃんのみの一本足打法から脱却し、複数キャラクターが世界中の産業へ浸透しているこの高利益なビジネスモデルこそが今の爆発的な利益成長の正体なんです。続いて業績の軌跡点検です。過去5年の推移を振り返ってみましょう。実はサンリオ2021年3月には売上411億円、営業利益はマイナス33億円と赤字に沈んでいました。しかしそこからの復活劇が凄まじいんです。2022年3月に黒字転換すると、2023年3月には売上726億円、営業利益132億円、2024年3月は売上1000億円の大台を突破し、営業利益270億円、そして直近の2025年3月は売上1449億円、営業利益518億円と、とんでもないスピードで右肩上がりの急成長を遂げています。来期の2026年3月予想も過去最高を大きく更新する見込みで、まさに今業績の黄金期を迎えていると言っていいでしょう。次に財務の深掘り点検です。会社の体力を示す貸借対照表 BS を深掘りします。最新のデータ、2026年3月第3四半期時点を見ると、総資産2100億円に対して手元の現金現預金は1072億円と、総資産の半分以上を現金で持っている状態です。これに対して借金にあたる有利子負債はわずか81億円しかありません。
つまり借金を全額今すぐ現金で返してもまだ約1000億円もお釣りが来る実質無借金の超優良家計なんです。自己資本比率も 65.5% と非常に高く、財務の鉄壁ぶりは文句なしですね。続いて還元姿勢の点検です。配当や株主優待を見ていきましょう。配当金は2026年4月の株式分割を考慮した分割後の金額で見ていきましょう。赤字だった2021年3月は無配でしたが、業績の回復とともに 1.07 円、2.33 円、4.40 円、10.60 円と凄まじい勢いで増配を繰り返しています。2026年3月も 13.20 円を予想しており、高い還元を維持しています。会社の還元方針としては、配当成功 30% 以上を基本としつつ、魅力的な投資機会がない場合は最大300億円の追加株主還元も検討すると明言しています。またサンリオといえば株主優待も見逃せません。テーマパークの共通優待券やショップで使える割引クーポンが電子化されて利便性が上がりました。さらに3年以上継続保有すると株数に応じて限定アクリルスタンドやぬいぐるみ、さらには社長やキャラクターとのオンラインイベントまで用意されており、ファンが長期で持ちたくなる工夫満載です。では最新の直近決算と将来目標を見ていきましょう。2026年3月第3四半期の決算を見ていきます。売上高は1431億円で前期比 36.7% の特大プラス、営業利益は623億円でなんと前期比 51.8% のプラスと文句のつけようがない絶頂な数字を叩き出しています。特に中国での物販事業の店舗拡大や欧州でのアパレル向け展開が牽引し、海外での稼ぎが大きく伸びています。会社は中期経営計画で不確定な成長から安定永続成長へというビジョンを掲げていますが、まさにその言葉通りキャラクターの強みを生かした安定的な利益創出マシーンと変身しています。続いてチャート需給点検です。足元の株価は 909.9 円付近で推移しています。今年の2月には1236円の年初来高値をつけていましたが、今回の常務取締役の不適切な報酬受給の疑いとそれに伴う特別調査委員会の設置、決算発表の延期という悪材料が重なり、株価は大きく調整しています。業績自体は絶好調なのですが、ガバナンスへの不信感から投資家が様子見姿勢に入っているのがチャートからも読み取れますね。最後に結論です。サンリオは業績、財務、ブランド力のどれをとっても超一流のピカイチ企業です。しかし今回発覚した経営陣の不祥事と決算延期は投資家にとって懸念材料であり、全容が明らかになるまでは不安定な展開が続くでしょう。以前のように500円付近まで落ちてしまうのではと不安に思う方もいるかもしれませんが、2年前の2024年3月期と今では稼ぐ力が全く違います。当時の営業利益は約270億円でしたが、最新の会社予想は751億円へと約 2.8 倍に爆増しています。手元現金も1000億円を超え、財務の足腰は桁違いに頑丈です。今の株価には強力な業績の裏付けがあるため、500円水準まで真っ逆さまに落ちるというのは考えにくいと判断しています。したがってのんびりの投資戦略としては、今すぐ飛びつくのは避け、悪材料の出尽くしを待ちます。もしパニック売りで心理的節目の850円や800円付近まで大きく下落する場面があれば、そこは業績の底堅さを信じて安全に拾える指値のポイントになると考えています。現在の株価は年初来安値の900円付近でギリギリ耐えている状態です。この900円のサポートラインを明確に割り込むと、パニック売りを巻き込んで850円や800円付近まで下値を探る展開になりやすいからです。業績自体は絶好調なので、そこまで落ちてくれば安全に拾える絶好のチャンスになるでしょう。皆さんはこの銘柄どう思われましたか？ぜひコメント欄で皆さんのご意見お聞かせください。今回の点検が少しでも参考になったら、忘れずにいいねとチャンネル登録、それと新機能のハイプボタンをよろしくお願いします。皆さんの応援が私の日々の点検作業の励みになります。この銘柄も点検してほしいというリクエストもコメント欄で随時受け付けていますので、ぜひ教えてくださいね。それでは皆さん、本日もご安全に。